チャオ優勢です。2024年10月17日世界周遊258日目です。ということで今どこにいるかというと、モンテネグロコトルに来ているよ。ここコトルは世界遺産に登録されている港町です。ということで今回はコトル編、レッツゴー。これからコトルを散策するんだけど、まずは昨日の移動の様子からどうぞ。時刻は午前10時、現在地はモンテネグロの首都ポドゴリツァです。3泊滞在した宿をチェックアウトしたので、今日はこれからコトルという街に移動します。ただまだ仕事が残っているので、これからカフェに行きたいと思います。今回はここゼッペリンコーヒーにしたいと思います。店内の雰囲気はこんな感じ。テラス席もあります。注文したのはカプチーノ 2.5 ユーロなので407円です。 Wi-Fi のスピードは 29Mbps なので問題なく仕事ができます。午後3時10分、ポドゴリツァのバスステーションに到着しました。今回もバスはオンラインで予約しました。バスの時間は午後5時54分発ですね。料金は 9.49 ユーロ、日本円で1550円なんですが、これプリントする料金と、あとはバスステーションの使用料、それぞれ1ユーロずつかかるので2ユーロプラスで支払いました。出発まで時間がたっぷりあるので、バス停にあるチャオというレストランにやってきました。レストランの Wi-Fi スピードはまさかの 390Mbps です。めちゃくちゃ速い。注文したのはこちら、チキンサンドイッチ 4.9 ユーロなので日本円で800円。そして水 1.5 ユーロなので250円。ちょっと高めだけど美味しそう。はい、それではいただきます。はい、ということでコトル行きのバスが来たので、このバスに乗ります。バスの中はこんな感じです。これで2時間弱ですね。運転手さんの雰囲気あんまり良くなかったです。帝国通り出発しました。現在時刻は午後8時15分、予定よりも25分ぐらい遅れてコトルに到着しました。それではホテルに向かいたいと思います。バスステーションからホテルまでは歩いて5分ぐらいです。また明日仕事の後ゆっくりコトルを散策するので、ホテルの紹介もその時にしたいと思います。おやすみなさい。現在時刻は午後2時、仕事が全部終わったのでこれからコトルを散策したいと思います。ここコトルはアドリア海に面した入り江にある港町、そして城壁に囲まれた要塞都市です。歴史はとても長く、ビザンツ帝国よりも前に栄えました。そしてモンテネグロで唯一当時の状態の旧市街地が残っているということで世界遺産に登録されています。ここは港町なのでこんな感じで豪華客船も停泊しています。多分バルカン半島一周とか世界一周のクルーズ船がここに立ち寄って皆さん観光してるんですね。はい、それではこの門をくぐって城壁の中に入ります。城壁の中は旧市街地が広がっています。この門は海の門、その名の通りコトル湾に面した門です。いやー、本当に素敵な街並みですね。とても雰囲気がいいです。旧市街地にあるこの建物は聖トリプン大聖堂です。1166年に建設されました。ロマネスク様式で建設されたカトリック教会です。教会ですが入場するのに4ユーロ、約650円かかります。
結構展示物が多いですね。本当にどこを歩いていてもおしゃれですね。そして小道がたくさんあるので、私が今どこにいるのか分かんなくなってしまいそうです。実は山の上にあるコトル城塞まで登ることができるらしいので、これから登りたいと思います。ただし整備されているここから登ると入場料として12ユーロかかるそうです。もう一つ、この先にある整備されていないトレッキングのルートから登ると無料で登れるらしいので、私はそっちから登りたいと思います。それではこのゲートを通って一旦旧市街地の外に出ます。ちなみにこの門の名前は川の門です。見ての通り川に面しています。っていうかめっちゃ水きれいですね。それでこれから行こうと思っているのはこの山の上です。時刻は午後2時50分、だいたい40分ぐらいで上まで行けるそうです。ということでここが城塞への入り口です。整備されてないとは言ってもちゃんと砂利が敷いてあって道になっているのですごく歩きやすいです。こうやって見るとコトルの街はかなりすごい岩山で囲まれてるんですね。コトルが栄えた理由が納得できますね。天然の要塞です。これ全部ザクロの実です。懐かしいな。幼稚園生の頃実家で採れるザクロをよく縁側で食べてましたね。まずいな。結構雨が降ってきました。でもここからの景色結構いいでしょう。もうちょっとだから頑張ります。結構すごいところに教会がありますね。ということでいよいよゴールが見えてきました。はい、ということで城塞の入り口に到着したんですが、まさかの入り口ここでした。すごいなこれ。はい、それでは踏み台はこれだけです。ここから城塞の中に入りたいと思います。はい、ということで登りました。結構狭いですねこれ。よいしょ。うわすごいなこの景色。お見事だ。これはね登る価値ありますよ。さっきまで雨が降っていましたが到着した途端晴れてきました。本当に美しいですね。ここがさっき言った旧市街地。そして目の前に広がっている海はアドリア海に続くコトル湾です。それじゃあせっかくなのでもうちょっと上まで登りたいと思います。これがお城の入り口なんですかね。なんか彫刻がありますね。はい、ということで到着しました。ここがコトル城です。ここからももちろんコトル湾を見ることができます。ここからの景色もやっぱりいいですね。そして青空が少し見え始めました。神は味方してくれましたね。アッラフアクバル。すごいなこの城塞跡。ジブリ映画の天空の城ラピュタの世界観ですね。ずっとここにいたい気分ですが、そろそろ街に戻ります。そういえばここに到着した時間を伝えてなかったんだけど、午後3時28分でした。なのでだいたい40分ぐらいでしたね。はい、下りはもうちょっと早いかなと思います。帰りももちろんこの小さな穴を通って帰ります。結構ここ降りるの怖いですね。どうやって降りよう。高さがね私の身長ぐらいあるんで、多分170から180ぐらい。よいしょ。ほら高さこんな感じです。ちなみに私の身長177センチなんで180ちょっとありそうですね。門に戻ってきました。
ここから先は旧市街地です。それではもう少し旧市街地を散策します。旧市街地には猫がたくさんいます。この教会は聖ニコラス教会です。1909年に完成したセルビア正教の教会です。もともとここには別の修道院がありましたが火災で焼失。その後跡地にこの教会は建設されました。こちらも撮影は OK のようです。聖ニコラス教会の目の前にあるこの小さな教会は聖ルカ教会です。1199年に建設されたセルビア正教の教会です。やっぱり観光地だからお土産屋さんもたくさんありますね。そして結構雑貨が可愛いです。本当にいろいろなお店がありますね。お土産屋さんだけじゃない。そしてこんな感じでくぐるところがあって、また雰囲気のいい街並みが広がってます。ここは旧市街地最大の広場、オルジャ広場です。オルジャ広場にあるこの時計台は1602年に建設されました。5時の鐘が鳴りました。ちょっと音はしょぼいですが、ちゃんとまだ動いてるんですね。それではこのオルジャ広場をさらに奥に進んでいきます。こんな感じで細い道がとても多いですね。やっぱりクルーズ船の団体客がすごく多いです。結構こんな感じでレストランも並んでます。オープンテラスですごく素敵ですね。雰囲気がいいです。このレストランもとてもおしゃれですね。この海の門をくぐってちょっとだけコトル湾を見に行きたいと思います。ここはコトル湾の港。晴れていたらもっと綺麗に見えるんだけど、水の透明度はとても高いです。波ほとんどなくて穏やかですね。それでは一旦ホテルに戻ってまた暗くなってから散策したいと思います。ほら、ここなら分かりやすいですね。かなり透明度が高いです。今回のホテルはここ、ホステルプパです。今回はドミトリーのお部屋、ブッキングドットコムで予約して1人3泊 58.5 ユーロ、日本円で9300円です。はい、ということで夜になりました。現在時刻は午後7時30分です。それではライトアップされているコトルを少しだけ散策したいと思います。ということで毎度おなじみ海の門にやってきました。これから旧市街地に行きたいと思います。
やっぱり夜の旧市街地すごく綺麗ですね。ライトアップされてます。さっきまた雨が降ったので石畳にライトが反射していてすごく綺麗ですね。すごくおしゃれなレストランだ。このキャンドルも本物ですよ。ちょっと暗いですがこの道もかなり雰囲気がいいですね。聖ニコラス教会も綺麗にライトアップされています。この辺りはみんなレストランですね。それにしてもみんな優雅ですよね。昼間のレストランの値段で安くて15ユーロとかだったので日本円で2500円、ディナーだともうちょっと高いですね。ということで今回の動画では世界遺産に登録されているモンテネグロの港町コトルの様子をお伝えしました。街並みも海も本当に綺麗でした。ということで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。